はい、お疲れ様です。コケマルです。このチャンネルでは昆虫標本の作り方解説をさせていただいております。今日なんですけれども、ある検証をするために動画を撮っています。昆虫が苦手な方、閲覧注意。その検証内容、10年前に作られた昆虫標本は再制作が可能かどうか、こちらをやっていきたいと思うわけですね。今回制作をお見せする答えについてはご依頼をいただいて施工するものになるんですけれども、正直そんなに昔の答えをやったことがなかったですので、失敗してしまう可能性もありますよというところでご依頼をお受けさせていただいております。また今回このような形でですね、動画にさせていただくという許可もいただいた上で撮影をいたしますので、よろしくお願いいたします。さあどうなるんでしょうね。もし失敗してしまったとしても、この動画では失敗の原因だったり考えうる対処についても勉強になるかと思うので、そのまんま流したいと思います。はい、ではやっていきたいと思うんですけれども、このチャンネル面白そうだと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と、そしていいねボタンのクリックもよろしくお願いいたします。それでは本日もやっていきましょう。はい、こちら送っていただいた10年前の答えですね。ほどいていきましょう。さあ開封ができました。こちらになりますね。しばらく時間が経っても色は鮮やかですね。少し触覚の部分は色落ちをしているようですが、その他はとても美しいです。今日はこちらのパプア金色クワガタのオスを飛翔タイプの標本に仕上げていきたいと思います。頼むでー、綺麗に仕上がってくれよ。お願いします。はい、こちら少し水も足して70度から80度ぐらいの設定にしてます。それではね、柔らかくするためにお湯の中につけていきましょう。それ軟化作業ですね。この状態で10分から15分待っていきましょう。上からこのようにティッシュをかぶせてあげると、体全体にお湯が回って軟化がしやすくなります。それではこちら待っているうちに、今日使っていく作業道具の紹介からやっていきましょうか。はい、今日作業に使うのはこんな感じですね。昆虫を固定していく土台に使う発泡スチロール、そして昆虫針、今回も1号針を使います。そしてティッシュペーパーですね。濡れた体を拭いてあげましょう。あとは細かい部分ですね。手足を出してあげたりとか、羽を出してあげたり、そういったものにピンセットを使いましょう。最後に乾燥管理で保存するための容器と乾燥剤になります。今回は飛翔タイプの標本を作っていくので、こういった高さのあるものを選びました。100円ショップなんかで売ってるね、タッパーなんかでも大丈夫なので、しっかりと密閉できる容器を用意しましょう。それでは本日もよろしくお願いします。変則。はい、15分ぴったり経ちましたね。さあどうなってるんでしょうか。こちらのティッシュの上に引き上げてあげましょう。はい、引き上げてあげました。おー、だいぶ柔らかくなっていますね。どれどれ、表側は、お、触覚の色が戻りました。かなり状態はいいようです。あとはどれだけ体が脆くなっているか、その勝負ですね。羽を開いた時の内羽の状態なんかも気になるところですね。よし、やっていきましょう。今回もいつもの飛翔タイプの標本を作る時の作り方と全く同じです。まずは軟化からやってあげます。しかしどれぐらい脆くなっているか分かりませんので、丁寧にね、行ってあげましょう。パプア金色クワガタは僕のチャンネルでは一番登場率の高いクワガタになってますね。学名ランプリマアドルフィナエ。読み方は合ってるか分かりません。もし間違っていればコメント欄でご指摘ください。足に関しては非常にね、状態もいいと思いますし、製作は可能だと思います。触覚もいいですね。少し気になったのが、付箋が少し閉じたままで前回、10年ぐらい前ですか、転足されてたかなと思いますので、こちらについてはしっかりとね、開けてあげましょう。お、付箋も柔らかくなっています。開きますね。いいですね。よし。はい。飛翔タイプの標本を作る時の軟化で一番重要なのがこの中足と前足なんですね。ここに関してはしっかりと柔らかくしてあげる必要があります。なぜかっていうと、クワガタは空を飛ぶ時に前足と中足を折りたたんでですね、前の方向にこういう感じ、手で見えないですね。こういう感じで折りたたんだポーズを取るんですよね。後からね、針の力だけではどうにもこうにもならないということになってしまうので、この段階である程度形を整えて決めてあげる。こんな感じ。
まっすぐ横に向きましたよね。こっちもやりすぎると折れちゃいますし、やらないと後からうまいこと転速ができないですし、これが結構難しかったりするんですけれどもね、ここは慣れと経験というところですね。僕の動画を見ながらぜひ皆さんもね一度試してみてください。よし、いいでしょう。さあいよいよですね、羽を開いていきたいんですけれども、いつも通りの方法でやりましょう。どうなってるんでしょうね。まずは針で隙間を少し作ってあげます。今少しね針が間に入ってるんですけれども、隙間を作ったら次はピンセット、そして指という順番で開けてあげるとやりやすいかなと思います。はい、少し隙間を作った部分にこのお尻の後ろ側からですねピンセットを入れて斜め上に持ち上げてあげる感じやってみます。開きましたね。今のところ新しい個体と全然やりにくさは変わらないです。ただ油断大敵、最後まで気を抜かずね頑張っていきましょう。うわ閉じちゃった。はい、両方の上羽が開きましたね。では中羽も取り出していきましょう。少しやはりね中羽に関しては硬くなってるような気がしますね。どうや。今開いた外羽が閉じないように気をつけながら行います。あとは内羽がね破けてしまわないように、ここで不慣れな方はねやはりね内羽を破ってしまうんですよね。こことても慎重に行います。はい、こんな感じ。とても状態がいいですね。傷一つなく内羽を開くことができました。反対側も同様に行います。いいですね。内羽を両方取り出すことができました。これはおそらく価値確定だと思います。一番の懸念点はやっぱり内羽だったんですよ。このようにして親指と人差し指で内羽を挟んであげて、そして少しね内羽にこのように圧力をかけてあげることによって羽が開いた状態っていうのを覚えさせます。手で押さえます。この作業をすることによって後から転速の精度が大幅に上がることとなります。この時押さえつけてあげるのと同時に水分もねしっかりとこのように拭き取ってあげましょう。この個体は古いのでほとんどないですが、新しい個体だとね水分の他に油分も含まれてたりします。はい、こんな感じ。しっかりと開いたのが分かりますかね。この作業絶対やっておいてください。お願いします。内羽をねしっかりとスリスリしてあげることによってこんなに美しく開くんですね。ここまで来ると非常に転速は楽になります。今回懸念していた内羽に関して全く心配の必要がなかったですね。ここまで状態が良ければほとんど最近亡くなった個体と同じように転速ができるかと思います。いいですね。それでは引き続き作業を進めます。では一通りなんかも済ませまして、そして、内羽の手アイロンも済ませたところでですね、次に固定に入っていきます。固定は針を使うんですけれども、体に1本だけ穴を開けてあげて行っていきます。こんな針ですね。今回固定に使う針は少しね太いものになってます。何号針か忘れたんですけれども、昔使ってたちょっと太めの針ですね。穴を開ける位置はこの胸の部分ですね。この子は一度製作をされた時に穴が開いているので、そこを使いましょうか。入り口一緒のところをここですね狙って、そしてへしょうタイプを作る時のポイントは斜めに刺します。こんな感じですね。針をまっすぐ刺した時にお尻が下がっていれば正解です。こうかな、まっすぐ。はい、こんな感じ。はい、ではね体の側面にも針を打って固定をしていきます。羽とか足とかに関してはこうやって外に事前に開いておくとやりやすいかと思います。体の側面に1、2、はい、お尻の横に2本打ってあげると。これによってね横ずれがしなくなるので、この時注意点としては羽や足がこの針の内側に入ってしまわないように外に出しといてあげるということぐらいですね。注意して行いましょう。頭部も固定してあげましょうか。3本こんな感じかな。はい、クロスにして支えることによってこれで頭が下がらないようにしてるわけですね。こういった感じで針をクロスに使うのは非常に有効的な手段だと言えると思います。はい、こんな感じで付接部分にこのように針で固定して爪を開いてあげるわけですね。ここもこだわりを持ってやってあげましょう。前足と中足を横向き上向きに固
定してあげます。そして爪も開いてあげます。よし。爪が開きました。そして前足中足がしっかりと真横、そして前方向に向いてますね。これなぜ前足中足をこのような形で開くかって言いますと、この内バネを羽ばたかせる時に非常にね足が邪魔になってくるんですよね。足が邪魔にならないように前にやってると、そんな感じなんですよ。それよし、持ち上げてよいしょ。後ろ足はいい感じに降りてるので、ここでキープでいいでしょう。最後に付節だけはちょっとねいじってあげた方がいいかな。こうやってこれで爪は開きましたね。さあでは最後内バネを整えて終わりです。内バネを整えるときはまずはね、僕が意識しているのは体の内側から針を1本通して持ち上げてあげる。こんな感じ。まずは1本内側から入れて、で外側からこのようにピッと止めることによって開いてあげることを優先するんですよね。どうでしょう、開き方が全然左と右と変わってきましたね。この状態を一旦作って、ここから徐々に上に上げたりとか角度をつけたりとかっていう形で微調整していく、この流れで転足を行うとやりやすいかと思います。はい、こうして形を整えていってるうちにですね、必要なくなる針っていうのが必ず出てくると思います。それに気づいた場合はこうやって抜いといてあげましょうね。これはなぜかっていうと、またね2ヶ月3ヶ月って乾燥期間を設けるわけですね。そして最後結局針を抜かないといけないんですけども、その針抜き作業がですね非常に難しいんです。こういうちっちゃい昆虫になってくると針1本でもかなりね大きな存在になってくるんですね。人間でいうと電信柱ぐらいの太さがありますからね。それでポキッと触覚を折られたりとか足をポキッと折られたりとか、そういう風になるとすごく悲しいので、なるべくね障害物はない方がいいんですよ。なので針もなるべく使わないで転足できるならそれに越したことはないんですが、こだわっているうちにやっぱりね針の数も大量になってくるんですよね。ここでもう一つ僕がこだわっているポイントについてお話をします。羽をこのように持ち上げるだけではなくて、少しこう描くような感じ、まっすぐピンと伸びてるわけじゃなくて、羽ばたく時ってこうやって波打つわけじゃないですか。それを表現してあげるのがかっこいいかなと僕は思っています。これは人それぞれなんでね、羽がピンと伸びているという方がかっこいいという方もいれば、こういう躍動感を目指す方もいらっしゃるかと思うので、正解はないんですけども、こんな感じ。まっすぐ伸びるわけではなくて、少しこのような形で転足してあげるとよりリアルに躍動感が出るかと思っています。ぜひ真似してみてくださいね。では反対側も同様に行って終了になりますね。やっていきましょう。よし、完成。どうですか？しっかり内バネはこう描いているようになっていて、横から見た時にしっかり内バネも主張してますね。こんな感じかな。はい、お疲れ様でございました。というわけで10年前に作られた昆虫標本を改めて作り直すと、検証結果美しくできる、こういう結果に終わりましたね。いや、まさかあそこまで美しくできるとは思ってなかったので、驚きの気持ちと嬉しい気持ちが入り混じったなんか変な気持ちになってます。出来上がった個体に関してはこんな感じで乾燥剤と一緒に密閉保存をします。この子は一旦出来上がってる個体ですので1ヶ月弱ぐらいでいいかもしれないですね。時々中身の様子を見ながら乾いてるかな、固まってるかなっていうことも確かめつつ乾燥管理を行うようにしましょう。放置しているとカビが生えてたりとか大変なことになることもあるので、しっかりと乾燥管理の間は中の乾燥剤を入れ替えてあげるであったりとか、とにかく目を離さないように気をつけてあげましょうね。ということで今回ご依頼をいただいてた品でもありますので、本当にうまくできて安心したなという気持ちもございます。今後もいろいろ作業、懇談答えチャレンジしていきたいと思いますので、ぜひ皆さん楽しみに見ていただけたら僕も嬉しいかなと思います。この動画面白かったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンのクリックもお願いします。はい、今日はこんな感じで終わりにします。それではまた次の動画でお会いしましょう。
さよなら。皆さんありがとうございます。コケマルです。昆虫標本制作承っております。詳細は概要欄からどうぞ。